処理方法を使っています。それではよろしくお願いします。開幕は MP にオートアタックが来るので、占いやシトロエン、オーロラなど低めのバフをしておくと良いです。全体攻撃のメテオレインはリクライザルで軽減します。占いはメテオレイン後に割れてくれます。このアトムの違いには、梅雨バスと占い系を入れて、線の外側に立つのを忘れずにしましょう。今回はシャドウビジルを入れ忘れてます。今回はドーナツなので外側に近づいて処理前半は2回あり、次は1回目に来なかったパターンが来ます。無の達成外周の無が移動するだけ。今回は気にせず、次のメルトドルに備えて中央に寄るといいです。でバックが切れたら北側に少しだけ移動すると、この後 DPS も叩きやすいです。103と収束波動103はペア3体、収束は4機と受け出しはせず SP リフやヒラにお任せ。2回目の無の被害ランパとブラナイトを書きましょう。今回はエンハーニと線が2本なので4機と受けです。次は混沌の激流。ノーマルと全く同様の大喜利ミックをしてから玉拾いです。紫の順番でペアで玉に当たります。最初のぐるぐる扇ハーニ後に出現した2個の玉がタンクが打てる玉です。ぐるぐる終わったあたりでダークミッショナリーなどをすると良いです。玉に当たるときは占いをしています。1つ目の玉に当たったらデバフがつくのでデバフが消えてから次の玉に当たりましょう。処理が終わっても隣のペアに巻き込まれないよう注意。無の渦はノーマルと全く同じギミックで AOE 範囲の長い方の間に立つと良いです。その後に拡散と収束波動が来ます。波動前にリクライザルを入れるとこの後の距離伝水まで続きます。距離伝水でタンクは両端に移動。着弾後に凍らないよう動き回りましょう。3バフと占い系を書きます。全体攻撃のメテオレインが来るのでリクライザル。ここで前半終了。これからザコテーズです。中央のエンハーニを踏まないように大まかに遠くに担当場所で待機。ノックバック予兆が出たらアムレン堅実魔をします。線がついた人には扇ハーニが来るので塔の人に当たらない場所で捨てましょう。中央が湧いたら影取り。塔担当になったら線がついた雑魚に直営所を中断します。今回は1回目の扇担当でした。大きいの叩いている時も痛いのでランパ。ここで2回目の塔。扇担当の人は当てないよう注意。雑魚が湧いたらタンクの場合は即中断技を。キラは自分に S な。DPS は視線に注意。梅雨攻撃が来るので梅雨バフと占い系を。雑魚を倒したら中央に加勢。倒したらさらに中央に出現する。光の兆しを攻撃。時間の余裕はあるのでバーストは温存。画面反転後にボスが北側に現れるので近づいて攻撃。移行技はリクライザル。余裕があれば占い。MP はここでボスを南側に引っ張ってください。ボスの向きは変わらないけどこの後向きを。アルマゲストは SP リクライザル。
半戦の無の被害。前半と同じくドーナツ側へ移動。占い系で軽減。中央ドーナツの場合、影さの中で避けてからタンクは外側へ。事故が起きやすいので注意。無の発生。ここはオートアタック多めなので軽めのバフを。SP は MT に軽減上げてください。外側の無のパターンを忘れず確認。大きな弾は中心が潰れ、2ペアの弾は中央がアンチ。2回あるので1回目の後の外周確認。このパターンは2ペア側へ移動。この後のシャドウホーリーは4と終わり、ボスをなるべく北側に向けておくとホーリーで迷わない。2回目の無の被害。占い系で軽減。当たると痛いので、まずは範囲を避けてから外周へ移動すること。ディメンション0。3連続直線範囲頭割り。全体軽減やナイトは発生。無の渦。前半と同じく AOE が大きい方の横で回復。この後のメルトダウンと外側3対1を確認。混沌の激流。処理は前半と同じです。ぐるぐる移動が終わったら全体軽減ですが、ない場合はダークマインドと占い系で2回目の弾に当たる前にデバフが消えるのを確認。アルマゲストはウィクライダル。無の発生で画面外の無を確認。無の追奨でランダム対象に線がつき、弾が追ってくるので外周を時計回りに誘導。まずは外周からの範囲を避けて誘導。途中でもう1組に線がつき、追奨が変わるので反時計回りに誘導。追奨中のオートアタックが痛いので軽めのバフや占い系で。今回は中心部が潰れるので追奨後は外側へ移動。この後は拡散または収束波動。2回目の無の追奨。1回目に選ばれなかった人が対象になる。まずは外側範囲を避けてから外周へ誘導。ここのオートアタックが痛いのでバフを書きましょう。無を確認して避難。今回は2箇所とも1つなので外周へ移動。その後拡散または収束波動。2回目のディメンション0は4連頭回り。全体軽減とナイトは発生。ゲストはウィクライダル。無の被害が来るけどあと少し。頑張れ頑張れ。これで僕エミオー放滅戦の解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。